します。はい。時間になりましたね。はい。それでは、今日も、ライブの方を始めさせていただきます。ドロと申します。よろしくお願いします。ちょっと待ってくださいね。これ、いきなりヒートマップの方からいきますか。ヒートマップからちょっと出していきたいと思います。トレーダーっぽいですよ、これ。はい。早速今日なんですけども、ちょっと時間がいろいろ押してて、いつもは11時にやるんですけど、日曜日は23時30分、11時半から、ライブの方を行っております。で、今日なんですけど、もう早速なんですけど、特集の方、いろいろ余計なこといろいろいつも話してるんですけど、今日ちょっと長いので、実は今日、ウクライナのこともあったんですが、それより、今日は昨日、高校生の方とか若い方が TikTok からとかいろんなところで、来て、投資のこととかをちょっと、聞きたいっていうことで、本当に今日は特別なんですけども、いつもはいろんなトレードの話をするんですが、今日は、本当に初心者向けという形で、実は今日、こちらの動画、YouTube の動画なんですけども、こちらの動画ではですね、先日、TBS のニュースで、取り扱っていまして、で、すごくね、もう、わかりやすいっていうか、僕らからすると、こんな感じなんかなっていうぐらいのものだったんですけど、でも、トレーダーとしてもね、こういったお話っていうのは、もう一回確認をする上で大事かなと思いまして、今回いつ放送したあれかなこれ、3月の4日なので、2日前に、YouTube で放送された TBS ニュース。で、多分 TBS ニュースで皆さんも見てる方もいらっしゃると思うんですけど、これがね、1時間近くちょっとあるので、ちょっと端折った方がいいとこもあるかもしれないんですが、一応こちらの方を中心にね、今日は特別に、お伝えしていきたいなと思っております。はい。今日はね、もしかしたら普段のトレーダーの方とかは面白くないかもしれないですけども、こういう日もあってはいいかなと思いますのでね、ぜひね、見てください。で、僕は途中ちょっとどうかなと思うことは止めて、解説もね、入れたいと思いますので、よろしくお願いします。ではですね、最初ですね、これがですね、いきなりなんですけども、何分だったかな ?14 分ぐらいから始まるのかな。すいませんね。ここからですね。はい。こんばんは。TBS アナウンサー駒田健吾です。なかなか人には聞きにくい本音話を聞く経済の話で困った時に見るやつが始まりました。今回のテーマはですね、NISA iDeCoとの賢い付き合い方なんですが、街中でも銀行では必ずこういったパンフレットを目にしますよね。ネット上でも NISA とかiDeCoのその CM、広告というのがポーンと入ってきたりするわけなんですが、新年度ということで移動ですとか、それからお引っ越し、子どもの進学などをきっかけにお金について考えるという方たくさんいらっしゃると思うんですよね。投資の考え方、そして何をいくら買えばいいのかなど、突っ込んだ話をしてまいりたいと思います。当然私が皆様に教えるわけではございません。今日も強力な助っ人をお呼びしております。ゲストは日清基礎研究所の井出慎吾上席研究員です。どうぞよろしくお願いいたします。こんばんは、よろしくお願いします。井出さんとは情報番組ひるおびで何度かご一緒したことがありますけれどもね、今日はこの経済の話で困った時に見るやつでご一緒します。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。さあ、それでは、今日の朝の番組でも出ますね、経済の。はいはい。投資について考える
そしてネツさんお疲れさんです。賢い付き合い方。3つ目が投資。今日ちょっといきなりもう特集組んでますんでね、物足りない話かもしれないですけど。日経平均株価の動きについてまとめました。今日ちょっと特集から入らさせていただいてます。ロシアの侵攻が伝えられた、先月の24日に株価が急落しまして、およそ1年3ヶ月ぶりの安値をつけたんですが、週末を挟んで停戦交渉への期待感から買いも入りまして、上昇基調に転じるなど音聞こえてますよね。今日ちょっとしめじいさんがの金融政策をめぐる動きもありましたが、こうした動きしばらくは続きますかね。お酒飲んでるのでそうですね、多分もう寝ちゃったと思うんですけど、ウクライナで原発が攻撃されたって、株価ドーンって下がったじゃないですか。もうこの先もね、1秒後にどんなニュースが飛び込んでくるか分かりませんので、ちなみにこの日清の井出さんは僕同い年ですね。はい、52歳って言ってました。あ、本当ですか。聞こえてます。よかったです。高い状態はまだしばらく続くと思っていた方がいいとは思います。なるほど。最初はですね、すいません、投資について考えるということで、なぜ投資をした方がいいかっていう話になりますのでね。最初ちょっと軽いかもしれないですけど、大事なことかもしれませんので、はい、お願いします。さあ、それでは、まずは投資とは何なのか、具体的な事例を踏まえてですね、解説してもらってまいります。ではこちらのグラフをご覧ください。CM が入ります。すいません。濃いね。これ井出さんが作ったグラフなんですよね。そうですよ。100万円を銀行に預けると今の金利で30年後にどうなっているのかということなんですが、普通に預金しますと100万480円ということで、480円しか30年後は増えないということで、これはもう銀行に預ける意味を感じないんですけど、どうでしょうか。そうですよね。480円って ATM の手数料5回払ったらもうそれで赤字ですからね。そうですよね。全然もう預けてる意味ないですよね。で貯蓄っていうのは守りっていうイメージが強いんですけれども、もう今の時代金利がゼロですし、物価はじわじわっと上がっていく見込みなんで、真ん中で寝ちゃうかもしれないですけど、本当すいませんね。覚悟しとかないといけないと思うんですよ。負け戦。このお金に関してはね、高校生の子真の守りって来てくれるといいけど、まずはどうかな。負けないことですね。このグラフで見てもね、仮に物価が 0.5% ずつ上がっていっても、どんどんその現預金の価値っていうのは目減りしていっちゃうわけですよね。昔はね、我々が生まれた頃、昭和の時代だったらもう預貯金の金利が 3% とか 5% とかあったので、あと何気にチャットの方がライブだったんですけど、これそうなってくれたらいいんですけど、ちょっとそれは期待できないですよね。チャットが出てくると思いますけど、若い子たちがいろいろ話してますね。今の100万円の価値というのは実質116万円になっているわけだから、再生回数はこれもう1万回ぐらいいってるみたいですね。なんて言うんでしょうね、減ってるということですよね。そういうことです。実質それだけ減ってると。例えば今100万円を老後のためにと思って銀行に置いといても、今100万円で買えるものが将来は16万円分買えなくなっちゃうんですよ。それだけ生活が苦しくなっちゃうっていうことなんですよね。しかも毎年 1% ずつだと34万円分買いたいものが買えなくなっちゃうということですよね。そういうことです。もう3割ぐらい目減りしちゃうってことですね。これじゃ本当にもう貯蓄として意味ないですよね。そうですね。貯蓄信奉者というか、私などはもう本当にバブル崩壊後に社会に出て、もしネッツさんもこれ聞いてなんか突っ込みどころがあったら言ってくださいね。貯蓄こそあと寝ても全然いいですので。なんかよく言われました。投資やめときなさいと。それはもう銀行、郵便局に預ける、それが堅固正しい道だと教えられてきたんですけれども、この超低金利、TBS に入ることですよね。やっぱりこの物価上昇とこの超低金利時代に入ると、そういう考えはやはり古い考えなんでしょうかね。銘柄を知りたい人もいますね。それでいい人はいいんですよ。やっぱりこのね、投資なんてやりたくないと。倫理的にも嫌だとかね、そういう人もいらっしゃるんで、それは別に止めはしませんけど、別に投資って悪いことでもかっこ悪いことでも何でもないですから、
通につまり投資でお金、株とか投資信託を買うっていうお金は動かさなきゃあかんよ。経済的には同じことなんですよ。つまり自分のお金をどこに置いておこうかっていうだけなんです。預貯金っていうのは金利がゼロの金融商品を買ってるだけなんです。ね、はい。そうか。それだけのこと。なるほどね。自分の今持ってるその資産というのは何気にどこに置くかという選択肢 TikTok の方も、はい、一つが預貯金ちらちらと見ていただいている方もいて嬉しいです。預貯金が特別なんてことは全くないんです。なるほど。じゃあ井出さん、あえて聞きますが、投資やっぱりデメリットもあるんじゃないですか？デメリットっていうか、注意点ですよね。注意点。よくね、日本人の場合は投資っていうと、よし一発当ててやろうって思う人が多いみたいなんですけど、そういうのばっかりじゃないんです、投資っていうのは。で、私に言わせると一発狙いの投資東雲さんお疲れ様です。いや、東雲さんすみません、今日めっちゃつまんない回かもしれないですけど、すみません。すぐに2倍3倍を目指すとかっていうんじゃなくて、もう年間で 3% から眠かったら出てくださいね、今日。昔の預貯金ぐらいの利回りを長期的に時間をかけて狙っていくっていうんでいいと思うんですよ。なるほど。例えば3%、例えば利回り 3% だったら物価上昇プラスアルファぐらいですから、そんなにリスクも取らずにできるんですね。これならもう投資の経験がない人とか、もう一般の人でも無理なくできると思います。ただそうは言ってもやっぱり投資って長い時間かけてやるのが投資ですから、すぐに使う予定のないお金ですよね。例えばもう来年家を買おうと思ってるとか、自動車買おうと思ってるとか、子どもの教育資金だとか、そういうものは、投資には当てずに、老後のために取っておこうみたいなお金を投資に回すのが健全だと思います。それからこういう話すると、正論なんですけどね。別に全財産投資する必要なんかないんですよ。例えば今そうですね、今日は若者向けの内容になります。投資してみようとか、4分の1だけ投資してみようとか。そういうやり方でも全然いいんです。つまりその短期で一発当ててやろうというこの考え方はとにかく良くないということで、長い目で見ましょうねということは一つ大事なポイントですね。でも若い子たちに長い目で見ましょうねってなかなか難しいんですよね。私は止めはしません。どうぞ頑張ってください。大抵失敗しますから。なるほど。わかりました。頑張ってください。私はやりませんけど。そうですね。ただその将来の話を考えていくときに、やはりその投資ともう一つは年金ですよね。はい、やっぱり年金が将来老後を支えてくれるものだというふうにみんなは現役時代頑張って払っていくわけなんですけれども、ただ、一部メディアでは年金制度は崩壊するなんていうね話もあったりして、非常に不安定なんじゃないかなって思うんですけど、実際どうなんでしょうかね。まずその年金がね払い損かどうか、特に若い世代の人たち、この年金の話はいいと思いますね。結構これはもらえないんでしょっていうの考えの人が結構多いみたいなんですけど、今出してもらってる表はこれ厚生労働省が試算したものです。でも昔よりも年金払った方がいいなと思うようになってる情報が多くなってきてると思いますけどね。ちょっと前まではね、情報がなくて払わない方がいいんじゃないっていう子も多かった気がしますね。あとはもう色のついたところだけ見てください。例えば厚生年金の人、オレンジの人だったら自分が払った分の 2.3 倍もらえますよっていうことです。はい。で国民年金、これ自営業とかフリーランスの方ですね。それから、の場合は自分が払った分の 1.5 倍もらえますよというのがこの今現在の年金制度だということです。もちろんだ、ね、長い将来にこの年金制度の変更っていうのもあるかもしれません。絶対ないとは言いませんけれども、少なくとも今の日本の年金制度っていうのは払い損でも何でもないよということがまず大事なのか。で、なんでねこんな自分が払った分の 2.3 倍とか 1.5 倍とかもらえるかっていうと、日本の年金制度って簡単に言うと半額で入れる制度なんですよ。半額で入れる保険だと思ってください。というのは例えば国民年金の場合、
国が年金を払うときに、国民に年金に払うときあ、に、チャットの方で、なんかこういうの学校で教えてほしかったって書いてある残りな。半分は我々が納めた保険料。はい。半あ分税金ですから、半額で入ってる。高校でこれやらないんだ厚生ね。年金っていうのはよくこう2階建てだって言われますね。2階建て。で、2階建ての1階部分っていうのは国民年金と共通ですから、はい、1階の部分。はい。全く共通なんで、ここにもやっぱ半分は税金が当てられてるんですね。で、2階建ての2階の部分は、どうせ税金で取られるんでしょう。もらうと、毎月厚生年金保険料っていくらって引かれてるじゃないですか。ありますね。あれと全く同じ金額、自分が天引きされたのと全く同じ金額を会社が払ってくれてるんです。でやっぱり半額なんです。となると元本割れはまずしない上に厚生年金だと今の若い世代も 2.3 倍、国民年金は 1.5 倍ということですから、当然まず損はしないどころか、それを上回った額が必ず返ってくるということですよね。必ずって言っちゃうとあれですけど、日本が沈没した場合は返ってきませんのでね、それはまた別ですけれども、基本的には国としてはちゃんと年金払わないと、結局生活保護を受ける人が増えちゃうじゃないですか。生活保護って全額税金なわけですよ。そっちの方が国としては大変なんですよね。なるほど。治安も悪くなるし。だから国も一生懸命年金をきちんと払いましょうっていうことように一生懸命もう制度も改良していってるわけです。このね倍率が例えば今27歳の人がね将来減っていく可能性もあるわけですか、その 2.2、2.1、それはもちろんあります。これは今現在の試算に過ぎないので、しまった。例えばこの先の日本経済がTikTok の方がコミュニティ違反になりました。子供の生まれる人数が今想定されているよりももっと少なくなってしまう。そうか、YouTube をこうやって流しているだけだと、あれなんですね。コミュニティ違反になっちゃうんですね。かもしれませんし、それは将来を完全に予測することはできないんですけども、中立ぐらいのぐらいで人口とか経済がこの先何十年と進んでいったときに、このぐらいそうなんだ。そうですよっていうことです。なるほどね。こうやって見てあれしちゃいけないんですね。ちょっとびっくりしました。もしもこの国の年金と同じ商品を民間の保険会社が出したら潰れますよ。潰れる。いいか。だって半額なんです。そうですよね。そんな。これ僕そういえば井出さんがこれ保険会社が税金使って見えないですね。払うなんてできないじゃないですか。逆に言うと小村さんも私も厚生年金でちゃんと入ってますけど、それってね、将来その年金受け取るときに日々コンビニとかスーパーで払った税金を一部自分に取り戻すってことなんです。これまた TikTok やったらやばいかな。なるほど。逆に言うとね、ちゃんと年金入っとかないと、税金を払うばっかりで老後にその税金を一部取り戻すこともすらできなくなっちゃう。むしろ税金の払い損になる。これで。なるほどね。これ今番組見てる若い人はね、いいや。今日ちょっと TikTok はきっちり払った方がいいですよね。もうどこまでいっても元本割れはもうほぼないということでしょ。と思っていいと思います。もしかしたらこれ BGM を入れてもダメか。BGM 入ってますもんね。ちょっと将来設計をしっかり考えた方がいいというかね、ちゃんと年金は払った方がいいということですよね。で、ただその老後資金2000万円問題、2000万円不足する問題みたいなのが一時期ありましたけれども、初めてでした。すいません、なんか TikTok の違反になりました。どうでしょうか。お金かかりますよね。でまずね、その年金が減るってよく言われてるじゃないですか。2割減るとか言われてますけど、その減るか減らないかって言ったら、一応今のところは減らない予定になっています。これは、2019年に厚労省が出した試算ですけれども、このグラフの見方は、一番下にまたやったら一緒かな。年が書いてありますよね。そうですね。で例えばこの一番右のところ、はこれどういう意味かというと、今現在33歳の人が
65歳に3月7なった日。時、それが2054年ですよね。今から24年。知らん。その時点で TikTok ライブが1日33歳の人がこのぐらい年金を受け取ペれるナルティ食らってるな俺というのがこのブルーのグラフなんです。ちょっと待ってください。じゃあ例えば2019年すいませんから2054年までこれ、ちなみに35年のスパンが今ちょうどありますけれども、僕例えばじゃあチャッ2019トも年にここで参加させてもらってます。何30歳とかに仮定できちます。らっと見えますけどね。はい。一番左の2019年っていうのは、はい、2019年の時に65歳だった人が受け取った年金っていうことです。そういうこと。ちょっとこれグラフがね、説明がややこしくて申し訳ないんです。なるほどなるほど。そうかそうか。じゃあ今2022年だから2054年っていうのは32年後でしょ。だから今2054年に例えば60歳を迎える65歳を迎える人はこの額がもらえますよということですか。25.9万円ですよ。ただこれもちろん人によってね、保険料の納めてる年数も違うし、納めてる金額も違うんで、あくまで平均ですよ。標準的なケースっていうことですけど、2019年にすでに受け取った人っていうのは22万円でしたと。はい、でそれが2054年に受け取り始める人、はい、もっと多いんですよ。3.9 万円多い。増えてますね。そうなんです。でしかもこの金額っていうのは物価を全部考慮してあります。つまり2019年時点の物価に換算してありますので、今後の物価上昇も反映済みなんですね。なるほど。ただ夫婦2人のケースですけど、単身世帯も厚労省は試算を出してくれていて、単身世帯の場合も2019年と比べて、少しずつ増えていくという、そういう試算になってるんですよね。なるほどね。だから別に年金が減るってわけじゃないんです。実額ベースで減るってわけじゃないんです。で何が減るかっていうと、このオレンジの方が現役の手取りなんですよ。これ何なんですか。オレンジ現役の手取り。現役その時点で、例えば2054年時点、右端は2054年時点の現役の手取り、想定額、現役の方がどんどん増えていくんで、年金受け取る人の方がだんだんちょっと負けていくというかね、現役の手取りほどは年金は増えないですよっていう。なるほどなるほど。だから相対的に減るっていうだけで、別に自分が受け取れる年金が実額が減るとかいうことではないんです。難しいですよね、年金ってね。いや今の分かりやすかったですよ。ただ難しいってあれですよね。これグラフじゃないとは思うんですけど、ただね、井出さん、これ厚労省の試算でしょ。やっぱりね、国の経済指標って予想って、僕楽観的なのが多いような気がするんですよね。これね、経済シナリオも注意ぐらいですよ。高位、注意、低位でいうと注意ぐらい。もしかしたらもう一段下ぐらいになっちゃうかもしれないですけどね。あと人口の増え方、減り方といった方がいいのかな、もう大体中央値ぐらいを取っています。じゃあ楽観悲観の真ん中ぐらい。昔はなんかちょっとよく見せようっていう意思も働いてたような形跡もありますけど、最近はね、もうそういうことしてもすぐバレるんですよ。そうですよね。もう統計不正とかバレましたけどもうああいうのがあって、もう本当政府の統計大丈夫かみたいなね、すいません、なんか思っちゃったりしたんですが、じゃあこのグラフは注意程度ということで、ほぼモデルケースに近いものですね。まだこれあれですね。そんな極端に楽観的なシナリオを置いて NISA とiDeCoまでいかないですね。なるほど。で、じゃあ年金は分かりました。これも少し安心したかなという感じはするんですけども、ただ例えば退職金がね、2000万円っていうのが大卒の平均というのがあるんですけれども、一応2000万円問題クリアするのかなと思うんですが、井出さんから見てその退職金とこの年金だけで老後というのはどうでしょう、大丈夫なんでしょうか。どう言いますか。やっぱり足りないんですよね。その2000万円問題っていうのは年金だけじゃ2000万足りないよと。今でも退職金とかあるじゃないですか。2000万円問題って言うんですね。退職金とかの退職年金の平均が2000万円ぐらいで、それであれば普通にその2000万円問題っていうのはクリアするんですよ。
そういう意味でも報告書はちょっと問題があるんですけどで、一応クリアするんですが、それはね、最低限の生活をするには別に2000万問題関係ないですよって言ってるで、高齢者に生命保険文化センターがアンケート取ったら、はい、本当はゆとりある生活をするためには毎月36万円ぐらい欲しいっていう。36万円、はい、平均的に36万、年金だけだと22万ですよね、はい、19年の時に、それがやっぱりでも本当は36万欲しいな、あと14万ぐらい欲しいな。なるほどね。36万円もいるんだ。旅行とか、外食行ったりレジャー行ったりとか、子供とか孫にちょっと資金支援したりとか、そういったあんまりお金のことを我慢せずに、すごい贅沢するっていう意味じゃなくて、ゆとりを持たせるには36万ぐらい欲しいなということだった。だから年金と退職金だけでは、必要最低限ぐらいの生活はできるけれども、やっぱちょっと足りないよねっていうのが現実なんですよね。その2000万円の退職金を月々に例えば取り崩していくっていうね生活をしたとしても、やっぱりゆとりある月36万ってなかなか高いなっていう気もするんですけれども、じゃあそれだけで足りないということで、最初今日井出さんに教えていただこうとしたやっぱり投資というのがね、一つ力になってくれるのかもしれませんよね。ということで、私たちにとっては身近な存在である NISA、 それから積立 NISA、 そして iDeCo といった制度についてこれから見ていきます。NISA、iDeCo 出てきましたね。さあまずはこちらの図をご覧いただきましょうか。一般 NISA、 積立 NISA、 そして iDeCo という、3つが並んでおりますけれども、それぞれ運用益、つまり利益ですよね、そこには税金はかかりませんという、これは変わらないんですよね、井出さん。それは共通ですね。ちょっと俺小さい方がいいな。途中で引き出せるか引き出せないかっていうのが大きな違いということでよろしいでしょうか。そうなんです。そこがすごく大きくて、iDeCo っていうのは60歳になるまで原則として引き出せないんですね。はい、っていうのは老後の資金を貯めてくださいっていう制度なんで、引き出せないようになってるんです。はい、その代わり掛け金、例えば毎月1万円とか2万円とか、そう篠梅さんの言う通り、麻生太郎の時に言ってたやつですよね。なので税金が減るんです。今それ例えばどうなんだろうと思って。所得が150万円の人、年収でいうと500万円弱ぐらいになりますけど、所得税と住民税の税率が 15%、はい、で、企業年金がない人の場合、iDeCoの掛け金が毎月2万3000円なんです、上限が。チャットの方でちょっと賢い人いますね。iDeCoの管理手数料について教えてくださいと。課税だけど、ちゃんと手数料が。4万1000円ぐらい税金が減るんです。税金が戻ってくる。まあ手数料もありますよね。確定申告すると。じゃあその4万円戻ってきた4万円をまた投資しようじゃないかと。飲みに行っちゃダメなんですよ。意味ないですよ。使っちゃダメなんです。投資でちゃんと貯めていくということが大事なんですけど、それからiDeCoはね、やっぱり利用できない人もまだ多いんですよね。会社の年金制度との関係で、会社で年金使っててさらにiDeCoもっていうのはちょっとやりすぎだよねっていうんで、今はまだ使えない人が多いんですけど、使ってる人はiDeCo意味ないですよね。使うことになるわけなんですよね。で NISA、 積立 NISA は所得控除はないんですけども、いつでも引き出せますよ、はい、こういう仕組みですね。はい、で運用益は非課税です。今駒田さん説明してください。それからただどう考えても若い子はもう積立 NISA 一択でいいと思いますけどね。非課税になります。これ非課税っていうのはだいたいどれぐらい変わってくるんでしょうね。税金がかかってくるのかかかってこないのでは。普通に税金がかかる場合は 20% ぐらい税金で引かれちゃうんです。例えば大きいですよ。投資でね、例えば10万円儲かりましたと、せっかく10万円儲かったのに2万円税金で持ってかれちゃうんですよ。でその2万円を引かれずに儲かった10万円をまた次の投資に当てられるので、雪だるま式に増えやすいっていうことです。なるほどね。
これでも一般NISAと積立NISAの年間限度額が全然違うんですよ。一般NISAが120万円で積立NISAが40万円って、ここに差を設けるのは何か意味があるんですか？一般NISAは5年間なんですよね。短いんです。だから大きく短くっていう、ただまあ 120×5 だから600万ですよね。で積立NISA40 万 ×20 年だから800万ですよ。あら、そうだ長い時間かけて、野々目さん、積立NISAです。が向いています。は一般NISAやってます？どっちか片っぽしか使えないんですね。ネッツさんはなんか若そうなので、うさぎと亀じゃないですけど、積立NISAの方が勝手に想像してましたけど、20年間他の方とかもどうなんだろう。僕はもう一般NISAとiDeCoですけどね。はい。年が年なので。ちょっと一発当てたのかっていう人は積立NISAじゃなくて一般NISAですか。なるほど。そうか。ちょっとせっかく若い子たちはこれで行くというか、チャットで出てないですね。なんかやってるとかいう音も出てきてないですね。あ、なんか生協で積み立て、なんだこれ。そんな人がいるんだな。それはもうあれでしょ、神々の遊びじゃないけども、普通の人には真似できないですよね、それね。真似してみてもいいんですけど、あ、そうなんですね。いや、もうやめます。やらない。なるほど。じゃあ、やっぱりここも一般NISAと積立NISAもその人のライフプランによって変えなきゃいけないということですよね。そうですね。やっぱり投資目的ですよね。ある程度の短い期間でもうすごくリスクの大きい投資をしたいっていう方は一般NISAがいいでしょうけども、チャットの方がなんだ、短期投資って社会のためになるんですか？ちょっとわけわかんない。月当たり3万3000円ぐらいなんですよね。ちょっと今日限度額。TBS ニュースのチャットが若い子たちが多いみたいだな。はい。しておりまして、2人目の子供ができた時に、これは貯金をねしないとちょっと遅い子供だったので老後が心配なので、ちょっと積立NISAに入ったんです。我慢していろいろ削りながらはい、これいい判断だったでしょうか？素晴らしい素晴らしいそうですか。ぶっちゃけ言っちゃいますと、私の妻と子供たちも積立NISAやってます。お子さんも？子供たち20代前半ですよ。もうそんな大きいお子さんなんですね。2人ともね、学生のうちに始めさせました。そうですか。すげえな。僕が月1万円出してあげてね。いや、学生ですもん。なるほどね、学生の間はね。なるほどね。ただその老後資金ということになりますと、先ほどの3つの商品の中ではやっぱりiDeCoなのかなっていう気はするんですけど、どうでしょうか？僕らが親の世代で子供に働いて収入がある人、積立NISAをやらせていいですよね、絶対。iDeCoを利用できる人はiDeCoがいいと思います。で、このiDeCoは今年注目の制度変更があるんですよね。そうですね。iDeCoって、今は60歳までしか入れないんです。この間言ったやつですね。加入年齢っていうんですけど、つまりお金を出していく、お金をかけていくのが60歳までしかできなかったんですけど、それが65歳までに伸びます。でこれ何が起きるかっていうと、例えば私が今52歳なんですよ。で52歳の時に初めてiDeCoを知って、いいなと思っても、でも60までってもうあと10年もないよな、8年しかない、じゃあもういっかってなってたような人が65までできるんだったら13年あるから、じゃあちょっとやってみようかなっていう人が出てくると思うんですよね。だから若い人にとっても長いことを利用できるっていうメリットがありますし、私のようにもう若くない人にもメリットがある、そういう変更ですね、今回。なるほど。iDeCoできる人は増えるんだよな。60歳以降でも入れる、iDeCoに加入できるっていうのは、まず厚生年金に入っている人だったら、60歳以降で厚生年金に入っている人だったら65まで使えます。厚生年金に入っている間は使えます。
ただ自営業とかフリーランスとかの人の場合は60歳以降でも国民年金に入ってないとイデコも利用できないんですよ。この辺がまたややこしいんですけども、そもそもイデコっていうのは国民年金とセットなんです。なるほど。で国民年金っていうのは、基本40年なんですね、自営業の方とか。なので、60歳以降でもイデコ利用できる自営業の方ってどういう人かっていうと、国民年金を自己資金が少なかったので、まずはそこを増やしたかったので、積み立ての選択はなかった。なるほど。スタートダッシュを重視。余裕資金を増やすなら積み立てでしょう。そうなったんですね。そうするとなるほど、なるほど。加入者になるので、60歳以降。その間はイデコもセットで利用できます。確かに、そうですね。ただ、この辺ね、ちょっと今日それ話し出すと本当にもう土曜日になっちゃうんで。なるほど。日付変わっちゃう。こういう本が最近出たのが。ちょっと待ってください。今、なんだこれはNISA年金イデコこの人本出すんですね。日経新聞の田村さんっていう編集員、もう有名ですね、この世界ではね。井出さんの本かと思った。私も昼帯に一緒に出させてもらったりしましたけど、田村さんが去年の暮れにこういう本出して、なんかもういきなり増雑になってるらしいんですけど、これにね、ものすごい細かく丁寧に書いてありますんで、興味のある方今って探してみて。本読む井出さんもなんかより YouTube 見た方がいいと思うんですけどね。そう、5月に出します。そう、タイトル決まってるんですか？今年の5月。何が大事かっていうのがわからないので。40代から始める、なんだっけ。ごめんなさい。そうか。あれか。高齢の方向け。なるほど。でもあるのか。イデコはまだ入れるよっていうことで。でも40代からって言ってますもんね。なるほど。また後でちょっと紹介させてもらいます。お願いします。はい。で、じゃあちょっとそのイデコのね複雑な話はまたちょっと別の機会ということにしておいて、でこうしたその制度がある中で、その具体的にそのNISAですとかね、イデコに投資する場合にその額ですよね。額についてどう割り振っていけばいいのか、これどういうふうに判断すればいいんでしょうね。そうなんですよね。イデコ積立 NISA 始めるっつっても、よくね最近なんか100円から投資ができますとかってあるじゃないですか。事実なんですけど、労働貯蓄年金三段活用ってなんだこれ。逆にじゃあ毎月100万円ずつ投資する必要あるのかって言ったらそんな必要もないはずですよね。具体的にじゃあどのぐらい必要かっていうのを考えるときに、まずこの三段活用っていう考え方、なるほどなるほど。最近も主流になってきてるんですね。どういうことかっていうと、まず上の段が年金を、国の年金65歳から受け取る場合です。この縦の長さが支出ですね。65まで働くとしましょう。この間はお給料で生活費を賄う。で65から年金を受け取ると、年金だけでは生活費足りないんで貯蓄を取り崩していくことになりますよね。でも貯蓄っていつか底を尽きるじゃないですか。一応だから90歳まで生きるとしましょう。なんかこっちのチャットの方が女性で90歳ぐらいなんで、管理料がかかるので所得控除は使えないし、元本が減ることを説明した方がいいんじゃないですかって書いてあるな。その時どうすんだって話です。で、だからそうなんですけど、70から受け取るように5年間遅らせるっていう。NISA は証券会社にお金を預ければ向こうでいいところを選んでくれるの？それとも自分で選ぶの？俺も知らないんだ。自分で選ぶんですよね。俺も知らなかったんですね。なるほど。具体的には年金を70歳にずらすと65歳から受け取った場合と、ウクライナ情勢で投資なんかするとか聞いてる人います。確かに今の時期だったら怖い人投資できないですもんね。積み立てと投資をトレードとやっぱりごっちゃごちゃになりますよね。短期と長期は。年金からなんか気持ちはわかる。年金も収入ですから、そこからやっぱ税金払わなきゃいけないんです。国年金から分取ろうっていう、そうなんですか。それはそうですね。そうなんですか。あと例えば
高齢者でも収入が多いと病院の窓口負担が3割になったりします。ああ、そうですよね。そういうところにも、ね、影響してくるんで、遅らせると遅らせただけそっくり年金が増えるんじゃとは限らないんです。なるほどなるほど。ざっくり言うと、70から受け取ると65の時と比べて手取りで3割ぐらいという感じですね。で、下の図は年金が増えてますね。でも確か60歳から年金受けても、で今度の制度だとちょっと増えるみたいですよね。早くから年金もらっても。ゆとりある生活のためにはあと月14万欲しい。全体的になんかその分がこのオレンジのところ、ね、足りない。遅くもらっても増えるし。だから65から70歳までの5年間どうやって食いつなぐかって。そうですよね。そうで、まあ一つは働く。働きたくねえよっていう人も多いと思うんですけど、別に何もね、今みたいに現役時代みたいに週5日フルタイムで働かなくたっていいじゃないですか。週2、3日。まあ本当ここは大事だなと思いますね。そんなんでもね、年収100万、200万とかそのぐらいのレベルでいいと思うんですけど、少し働いて、であと足りない分は貯蓄を取り崩して。なるほど。でこの三段活用のポイントは年金は一番後回しにするっていうことです。はあ。なるほど。もう一回三段活用のちょっと前のこれが出るといいんですが、でも多分時間も押してきましたね。どうぞ大丈夫ですよ。年金後回しはなるほどね。死ぬまでずーっとくれますから、同じ金額ずーっと。毎年の微調整ぐらいはありますけど、終身年金なんですよ。うっかり長生きしちゃっても仮に120歳まで生きてもずーっとくれるんですよ。増えた年金をずっともらえるんです。だからこの年金は増やした方がいい。もう自分は絶対早死にするって自信のある人は早くもらっといた方がいいですけど、それでもうっかり長生きしちゃった時に困るじゃないですか。年金もみんな引っ張って70歳からとかね、やりたい気持ちはあるんでしょうね。使うの勇気いりますよね。いります。でもそうじゃないです。逆なんですよ。年金を増やした方が120まで生きちゃった。年金早くもらってる人の方が多いのかな。そういうことなんです。でも分かんないですよ。本当にもう医療も進歩してますし、100歳超えの人が続出するかもしれないですよね。そうですよね。ただその年金を後にずらす方がいいんですけど、90歳の自分ってまだ想像はできないな。就労、仕事をしていくらかはそれでカバーして貯蓄を取り崩していくっていうことをして、70歳からは増えた年金を70歳ぐらいならちょっと想像できるかな。足りないですよね。で次の表に行きたいんですけれども、左側が2人世帯、どちらか片っぽが働いてる場合ですね。で右側の緑のところが単身世帯です。2人世帯の方で説明していきます。まず一番 S&P の利回りが 7% から 8% って書いてる人がいる。万円欲しいですよ。でこれ、5年間65から70までの5年間で2160万円になります。で70から90まで、90歳まで生きるとして、20年間で貯蓄の考え方80万になります。合わせて1億800万です。やっぱりって金いるんですよ。何これ。すごい金が1億なんて無理だよと思いますよね。思います。で普通無理ですよね。でも、下の段退職金とか退職年金で、大卒の平均で2000万円ぐらいあります。でそこから下2つに分かれますけど、年金左側は年金を65歳から受け取った場合、90歳までの間に6600万円になります。で一方70歳から受け取ると6864万円になるんです。だから70から受け取った方が90まで生きた場合はちょっと年金たくさんもらえる。そうですね。ちなみにこの年金は3割にしてますからね。 42% じゃない。手取りベースざっくり3割増やした金額。手取りベースで、計算した場合ね。で差し引きすると1億800万と差し引きすると、左側で2200万足りませんね。右側でも70から年金受け取った場合でも1900万足りません。出た、これが2000万円問題だ。新2000万円問題。新2000万円問題だ。
3年前の2000万円問題は退職金とか退職年金を考えないと2000万足りないよってなるあほど。でしかあ。もゆとりのない生活をするのにも2000万足りないよって言ってたんですけど、そうじゃなくてゆとりある生活をしたいんだったらやっぱり2000万足りないようんということです。井出さんどうしたらいいんでしょう。はい。でも例えばこのなるほど。36万だもんな。 5年間2160万ですから、年収200万で5年働いたら1000万ですよね。はい。うん。それだけでもだから少しでもちょっと働くっていうのがすごく大事なんですけど、いずれにしてもじゃあ2000万貯めるにはどうしたらいいかっていうのをちょっと考えていきましょう。はいはい。そこで、計算したのが次の運用シミュレーションですね。あ、これはですね、月1万。毎月1万円ずつ積み立て投資をした場合、はい。で、リターンといって利回りですね。投資信託の利回りが 2% から 8% まで月1万それでぞれの場合にどのぐらい増えていくかと。で一番下の線が自分が積み立てた金額です。はい。ですから、一番右端がこれ30年かですから、毎月1万円で360万円トータルで積み立て投資をしました。1年12万円で30年で360万円。はい。そうですそうです。そういう方です。はい。 30。そのそっか、若い子ならあり得るな。30から60まででリスクの高い投資をした場合ですね。リターンの高い。月1万。で、例えばこれ見ていただくと、後半になるほどね、右の方に行くほどぐっと上がってます。上がりますね。指数関数的に増えていくんですよ、ね。これが雪だるま方式で増えていくっていう話です。だからやっぱ投資アメリカの S&P500 以外で有利ですよっていうことがもうこれ明確なんですよ。なるほど。どうなんだろうね。30年で S&P500 はまだ短い期間だったら別にリスク高くてもリターン 6% でいけるのかな。確かに。そういうことなんです。とにかく若い人こそ有利だっていうことです。老後までの時間がある人こそ自分のリターンの 6% は分からないですけど、4% ぐらいは欲しいですよね。10年でもちょっとはなんか上がりそうですね。120万円のところを見るとね、ちょっとそこで色が分かり始めてる。リスクは全然考えてませ新んから。興国とかリターンが高いってことはリスク変も高いです。わってくるかな。ということは5年後もしくは10年後またリーマンショックみたいなことが起きない30年後だもんね。そうですね。だからやっぱり長い目でインドとかが結構ポートフォリオに入ってくるといいな。と私は思う。いやトレード目線になっちゃうな。表が出ますかね。あ、そうですそうです。これ今のグラフを数字にしたものです。はい。で、左から2番目黄色のところリターン 4%。はい。で、25年のところ数字赤くしてくれてますね。512ってあるんですね。はい。これどういう意味かっていうと、毎月1万円ずつを積み立てして、リターンが 4%、年間の利回りが 4%、4% 妥当なところ言ってますね。25年間積み立て投資すると512万円になりますよっていう、こういうことです。あ、360万円が512万円になるということ？いえいえ。25年ですから、そうか。300万円。そうか。そうか。右端に累計の投資額の、載ってんね。右端。そうか、300万円。300万円が512万円になりますよ。512万円。なるほど。さっきの話だと、とにかく2000万足りないっていう話だったじゃないですか。これ今前提は。ってことは、毎月4万円ずつ。積み立て投資すると 4% で25年やると2000万になりますよ。ちょうどね。そういう使い方をしてください。毎月4万か。若い子で毎月4万ね。ということなんですよね。そういう計算になりますよ。どうかな。毎月いくらぐらい、どのぐらいの利回りを目指したらいいのかなっていう相当逆算するためにこの表を使っていただけたらいいかと思います。節約とか意識しないと4万円。大学生の子たち奨学金とか払ってるのもいるしな。例えば10年だとする投資額毎月1万円でね、10年だと一そう番です右の投資額ね。上から2若いうちは自己投資の方がいいかな。4万円まで積み立てれないじゃないです。
逆に言うと40代かそうらですね。頑張っ48万になるて、10年でももうちょっと14万円積み立てを多くし銀行て、に預けるより知識持った方がいい気はしますよね。まあ、そう昔は銀行に置いとくとこのリターン最初のうちは積み立て NISA が年間40万だからあれ月に33,300円ですよね。これまた別の機会にだから2万くらいはなんとかし 4% ての商品ってこれどういうのがあるのかなってちょっとこう短めでかな。頑張って2万円捻出して積み立てて積み立て投資のもらったらいいんじゃないかな。現実的じゃないかな。オールカウントリー全世界の株式に投資あ、する。オールカウントリー言ってるね。これはもう先進国も新興国も、全部で49これみんな言いますね、やっぱり。にこう幅広く投資するっていうフはァンドが投資信託があります。その場合で、あ、篠目さんも40代前後なら良さそう。そうですね。僕も思いましたね。長い期間この方もなんか本出してるのは結局40代からの投資って言ってるわけだから2とか4だったらどんなのがあります？若い子たちに説得力はないですよね。まあでも2万円ぐらいは半分だけ買うっていうことです。行きたいですね。積み立てるとして毎月1万円じゃなくて5000円だけ 4% の買えば今の時代で僕も20代だったら2万円ぐらい頑張るかな。まだインターネットがこうなかった時代だからこういう話分からなかったので5000円だけ 6% の買えば残り5000円貯金でも平均すると 3% ぐらいになる。なるほどね。今物そんなに買わなくていいのでね。全額投資なんかしなくていいんですって。必要なだけすればいいの。そうですね。旅行は行きたいかもしれないし、できるだけ無理をしないようにという。そうです。余計なリスクは取らないっていうのがもう私の信条です。余計なリスクを取らない。余計なリスクを取る必要ないですよ。精神衛生上良くないですよ。そので一方でやっぱり投資とかねある程度やっておかないともうとにかくケチな人間になりかねないですよ。もうわけわかんないからとにかく節約。寄付なんか絶対しない。人のためにお金なんか使わないっていう人間にはなりたくないなと私は思うんで。なるほど。少し投資とかしといた方がいいなと思う。なるほど。心に少しでも余裕を持って。まあそこは難しい話ですけど、はい、子供たちにもそういう人間になってほしいので若いうちから投資も少し始める。なるほど。20年前にお会いしたかったんですけどもね。そんな井出慎吾さんがそのなんて言うんでしょうね。こんばんは。格言じゃないですけど、ちょっとご自身で考えられた言葉ってなんですよね。今日はありがとうございます。ちょっと人生 GDP 特別っていう言葉をこういう GDP。TBS テレビの投資の番組についてやってます。さらの TikTok で違反になりました。どういうことかっていうと、笑える。将来のね、YouTube これ違反になるのかな、こういうの。俺ちゃんとこれコメントで書いたんだけど、まあいいや。そうじゃなくて収益化してるわけじゃないので、トータルで見た収入を無理なく増やして、少しでも豊かな生涯を送ろうと。コメントで YouTube だとドケチ投資家多いよねって書いてある。ない袖が触れないんじゃなくて袖を思う存分なんじゃそりゃ大きくしようじゃないかと。ただし身の丈に合ったぐらいの投資をしましょう。でそのためにはさっき三段活用で示したように、はい、なんか TikTok はねライブが終了しちゃいました。でなんか1日ペナルティでできませんって出たので別にいいんですけど1日ペナルティぐらいなのでなんだかよくわからないです。アルゴリズム、著作権とかあるんですよ。音楽とか。これも音楽じゃないですけど。というような話を5月に日経新聞出版から本を出します。今そのねゲラがねここにあるんですね。こういうゲラが人生 GDP ってそんなのもあります。なんですかね。あんまり聞いてなかった。100冊ぐらい買ってくれると期待してます。
いやいや、そこはほら無理なく一冊にしておきますけどもね。そうですね。もうちょっとで終わりそうです。その分は投資に回したいんですけども、199冊の分は。はい。で、時間があと4分ほどになってきたんですけども、冒頭にもありましたけど、その株価がね乱高下しますとやはり不安になる方も多いと思うんです。今年始まってずっと下り坂というのが続いていますけれども、あれを見ると、やっぱり投資に二の足を踏む人も出ると思うんですけども、この点についてどうですかね。怖いのは非常によくわかります。私自身も怖くないと言ったら嘘になりますけど、例えばね、過去50年間紛争とか戦争が16回起きたんですけども、株価急落して1年後に株価が戻らなかったケースっていうのは2回だけだそうなんですね。そうなんですか。で今回も、そもそもね、仕事をするにあたり別の収入源を持つと仕事への考え方が変わりますね。そうですね。はい、その通りだと思います。はい。軍事力はバカでかいんだけど経済力なんか大した国じゃないんで。サラさんは YouTube で1週間バン食らったことあれ？そうなんですね。何気に YouTube で1週間結構ですね。2回ぐらい違反すると 1週間ぐらいなのか。TikTok も僕も1週間とかありますよ。はい。実際私も会社の各提供室なんか音楽の著作権でなりましたね。で、国内外の株をたくさん。このBGM の著作権ってありますね。流しててダメになったり。井出さんが考えてらっしゃるのは、老後になんでいくとね、やはり早めにもう短期じゃなくてもうできるならば今すぐぐらい無理のない範囲で長期にわたって備えるということですよね。これが一番ですね。短期でやろうとするから焦るし変なものに手を出しちゃう。長期でじっくりだったらもう放っておいていいわけですから。じっくりでいいんです。放っておくだけじゃダメです。時間を味方につけるっていうのが大事ですね。なるほど。その経済危機というのはね、放っておくっていうか占いっていうことならいいんですけどね。値動きは見た方がいいと思います。2008年とかいろいろありましたけれども、そういったものを長期で考えると例えば大丈夫なもんなんでしょうかね。GDP のグラフがあると思うんですけれども、例えばそうですね、2008年リーマンショックの時とか、あと2015年チャイナショック、なるほど、分かった。一時的に世界経済が縮小したんですね。人口増加とでも経済成長のことを言ってるのかな。成長するんですよね。そういうものなんだと思います。地球滅亡とか、火星人が侵略してきたりしたらそれは話は別ですけど、その時はおそらくもう悔しい思いすらする前に終わってるでしょうから、そういうことは気にしなくていいんだと思います。そう、サラさん、YouTuber って思ったね。アップした途端バンですか？プライベートで。YouTuber じゃないです。身内用にで。自分の身の丈に合った無理のない範囲での投資というのはやっぱり身内用にで、そうなんですね。よかったです。アップした途端バーンってすごいですね。やっぱりとは言いつつもなんて言うんでしょうね、短期じゃなくて長期だとしても全てのその商品を選ぶ責任っていうのはここにあるわけですから、やはりなんて言うんでしょうね、やっぱりじっくり考えて全てが100点満点でいくとは限らないわけですよね。もちろんそうですね。その金融商品もどんどん新しいもの出てきますし、国の制度もまた変わっていく、もしくは新しくなっていく、新しいもの出てくるかもしれませんが、そういう意味では今現在でベストもしくはセカンドベストぐらいだなっていう方法を取っておいて、あとはまた適宜その時々に合わせて何気にちょこちょここっちの TBS ニュースのチャットにありがとうございました。参加しましたね。ありがとうございました。ちょっと出してます。ここまでお付き合いいただきました。視聴者の皆さんも疑問などがあればお気軽にコメントしていただけると幸いです。それではまたいつかお会いいたしましょう。終わりましたね。はい。お疲れ様です。ありがとうございました。ということで、今回ね、こんな形で1時間ぐらいの番組だったんですけど、僕もちょっとチャットに参加しながら、話を、しましたね。はい。なんかやってますね。トランプの会見を和訳したもの。そうだったんですね。なるほど。それでダメなんだ。トランプカムバック確かに。はい。1
一応、皆さんこう知ってることだったかもしれないんですけど、今回のこの、書いてあることが、この TBS ニュースの方では、本年度移動や転勤、子供の進学などをきっかけにお金について考える人でも多いのではないでしょうかと。それから、経済で困った時に見るやつ。今回は私たちにとって身近な、投資制度である NISA やiDeCoの付き合い方について取り上げますという風な表題になってました。そうですね。ちょっと、僕らで言うとちょっと刺激が少なめなお話なんですけど、でも、チャットを見てる感じだと、やっぱり、そうなんだな、これ、TBS ニュースがやってたっていうことで、見てくれる人が多かったんですけど、このチャットを見てる限りだと、本当に知らないっていうその質問が、おふざけも当然多いんですけど、とにかく知らないんだなっていうのよくわかりました。しかも、なんていうのかな。なんていうかな。一人もですね、このチャットで、NISA やってるよとか、iDeCoこうだよって言ってる人が誰もいなかったんですよ。このチャットで。はい。FX の話はちらっと出たりとか、あったかな。一人いたな。違うわ。一般 NISA で4年、その後積み立て NISA に切り替えたら最長、違う。とんでもないこと言ってんな、この人。一般 NISA で4年、その後、積み立て NISA に切り替えたら最長で24年加入できますかって、ロールオーバーの勘違いもありますけど。はい。なるほど。質問がね、すごいもうとんでもない質問が多かったです。はい。ということで、もう改めて、このチャットを見た時でも、感じました。これからだなっていうか、お金の勉強は、した方がいいよねっていうのをすごく感じましたね。はい。とにかく社会保険嫌いとか、年金制度廃止とかって言ってる人が多かったです。はい。はい。トランプの話してますね。はい。それではですね、今日後半、こちらの方はまたね、季節ごとにどっかで、やっぱりこの NISA とかiDeCoの話はいろんな角度でちょこちょこやっていく必要があるなと思っております。はい。ということで、今日は、こんな形でしたけども、また、僕ね、実はね、じっちゃまのこの話もすごくね、良かったです。でも、じっちゃまだとちょっとやっぱり、なんていうかな、言葉が厳しいっていうか、ズバッって言っちゃうところがあったりとか、それからやっぱ知らないうちにトレードの専門用語とかも割と出てきちゃうので、もうちょっと知ってる人だと、じっちゃまの話とかも、なるほどなと思うこともあるかもしれないですけど、やっぱり、ダンさんもそうですし、僕らもそうかもしれない。知らないうちにもう、全然こう、難しい言葉を喋ってるかもしれないんですよね。自分ではそう思ってないんですけどね。だから、これぐらいの話を取り上げた方がいいなっていうのは、感じました。また、こういったのは、ぜひね、季節を追って出していきたいなと思っております。ということでね、はい。これ本当今日収録用みたいな感じになっちゃいましたけど、すいません。はい。それでは、今日は後半中国と香港の株もやっていきたいなと思います。あと、じっちゃま好きな人多いですね。なんで、そうです。好きっていうか、なんていうか、ズバッと、好き嫌いいると思います、僕。僕は結構何でも、なんていうかな。僕はちょっと変な話。この人はこういうところがいいとか、例えば
この人はこういうド M 気質って。それぞれ、例えば、ダンさんだったら、僕はニュースのところが好きなんですよ。はい。で、例えば、ジョー高山さんだったら、仮想通貨のファンダメンタルのお話とかが興味があったりするんですね。米国株の方はあんまりジョーさんは聞かないですね。だから、じっちゃまは、なんていうのかな。個別株とかをズバッと言ってくれるところが良かったりとか、白梅さんもね、好きな上岡さんとかも、どっちかとこう、ズバッと言ってくれたり、あと人は、結構、端的に、本当頭いいので、端的に言うことが好きだとか、いろいろ、それぞれに結構ありますね。いつも聞くわけじゃないですけど、そこの、なんていうのかな、銘柄というか、ジャンルっていうか、ごとに、僕は、好きな人がいますね。長期積み立てだったら、投資塾のゆうさんとか、そういう感じになってます。だから、逆に投資家の方で、嫌いっていうか、聞かない人とかはあるんですけど、嫌いとかはないですかね。あの人が言う小型個別株に翌日変な動きをしてるとか。あ、そうなんですか？翌日変な動きをしてる？ほう。じっちゃまが言うと、ちょっとその影響があって、個別株がヘンテコリン、あれするんですかね。米国ついで噂そうなんですね。じゃあ日本人がそれを聞いて、じっちゃまが言うから売ったれとか言って売ったらその株価が変わっちゃったりとかしてるっていうことなんですかね。長期ホルダーがなんで最近日本語のついでいきなり増えている。長期ホルダーがなんで最近日本語のついでいきなり増えているとか。ほう。篠梅さんそうなんですね。私も嫌いな人はいないですね。好きな人がいるだけ。そうですね。なんか、変な感じしますけど、なんて言ったらいいんでしょう。投資系 YouTuber の人って、ただでさえ日本人って少ないと思うんですよ。僕はアメリカの方とかはそんなに詳しくないので、海外わかんないですけど、日本の、投資系 YouTuber さんは、僕、頭数がまだ少ないと思います。で、あとはなんて言ったらいいかな。証券マンさんで YouTube をやられてる人っていうのは、少ないっていうか、多分ですけど、今のさっきの井出さんもそうだったんですけど、ちょっと投資をやってる人たちの証券マンさんとか、ちょっと年をいってる人とかもいて、YouTube までまだ対応できてない人も多い。だから若い人っていうか、僕らぐらいの世代の人がまず YouTube やるっていうのが、まだ少ない。聞いてる人は多いんですけど、多分 YouTube をやってる人っていうのが、まだ、だから30代の人とかだと、いるんですけどね。貴重だと思いますね。本当に。はい。なので、質量だと思うんですけど、自分は一人ゲームストップしてるじいさんだと。一人ゲームストップ。なるほど。ズバッと言っちゃうのでね。だけど、そうですね、じっちゃまの、ちょっと変な話、前提になってるところは、最初に投資をするんであれば、VTI っていつも言ってますね。積み立てがベース。で、後の個別株は余ったお金で遊びでやってるだけなのでっていうようになんか言いたいことをただ
個人投資家がこう遊びで言ってるぐらいなもんでみたいな、なくなってもいいようなっていう感じでは言っているみたいですね。ただまあ本当にちょっと言い方がビシッと言ったりとか言葉がね、まあおっと思うようなことは言う時はありますね。はい。信者多いんですかね。なんか切り抜きみたいのありますよね。こっちで言うとひろゆきみたいな。なんで2チャンネルのね、創設者のひろゆきの切り抜きみたいな。だから投資家の方でじっちゃまの切り抜きなんていうのがね、いると思いますけどね。いや、絶対いじめられないっすよ。そんな。はい。はい。じゃあね、あとちょろっと、さらっといきますわ。今日、サンデーダウの方が結局、昼間にバーっと下がったんですけど、結局は、戻ってきました。で、やっぱり日曜日とかの動きは、仮想通貨とこのサンデーダウ見るといいかなって思ってます。で、仮想通貨は、ちょっと落としてるので、月曜日や、日経からスタートしますけど、アジアちょっと心配です。はい。そんなにズドーンと下げてるわけじゃない。夕方すごいズドーンと下げた時何かニュースがあったかなと思ったんですけど、特になかったので、アルゴリズムかなっていう感じだったですけど、まあ今ちょっと戻してる。ですね。ただまあ来週もね、まだウクライナの関係何が起こるかわかりませんので、トレードね、僕もそうですけど、トレードされる方っていうのはもう本当にユーロのあたりは持っちゃいけないですよね。はい。と思ってます。はい。ということで、今日中国株とかの、主だったところだけチャッといきます。まだね、トレードできる状態ではないかなと僕も思いますのでね。はい。中国、香港がどこだっけ？そうですね。ここからいきますね。まず上海50ですけども、この間もちょっと話したかな、上海は。1週間でもうだいぶ落としました。で、落とした位置がかなりよろしくないですね。はい。暴落に伴っております。で、香港も今コロナの2020年の3月のコロナの水準まで落としているという状態でした。はい。ここまでが、この間話したと同じような状況です。では、個別株の方ね、順々にちょっと見ていきたいと思います。まずテンセントですね。いやー、もうね、ダメですね。だいぶいっちゃいました、このテンセントが。403ですよ。金曜日、3.72 落としました。これもう前持ってたらとんでもないことになってましたね、もう。はい。高いので、ここは。ということで、2020年のコロナの手前まで来てます。はい。相当痛かった。金曜日ね、中国めちゃくちゃ落としたんですよ。はい。めちゃくちゃ落ちました。なので、テンセントも暴落によりリスクリワード非表示になってます。で、逆にですね、めちゃくちゃ落としたので、今まで強かった、銀行株と、保険会社っていうのが、ちょっと見ていただくとわかるんですけど、これ見えますかね？この1週間でここの中国の、保険会社がズドーンと落としちゃいました。上昇トレンドではあるんです。ちょっと、もしかしたらこの保険会社は上昇トレンドからちょっと落としたかなっていう感じ。はい。この1週間かなり落ちました。なので今まではね、高かったのでリスクリワード書けなかったんですけど、リスクリワード書くようになりました。はい。てか今ちょっと僕トレードは今ちょっとこっちも控えてるんですけど、でももしかしたら買い場が来てるのかもしれないなっていう
この中国の東証銀行も、この1週間で落としてきて、ずっとちょっと高い位置から今降りてきてる状態になりました。で、中国の決算とかが、中国の本土買いっていうの本土っていうんですかね。は、3月の終わりぐらいに決算が多いので、注目かなと思います。3月、この本当に3月の終わりぐらいは本当注目したいですね。はい。で、こっちの中国の建設銀行も同じ。この1週間で落としてきました。決算3月26日ですね。なので、落ちてきたところでどうなんだろうという今状態になりました。やっとこうちょっと見えるような状態になりましたね。はい。中国の銀行と保険会社は値動きチェックした方がいいなと思います。ここもそうですね。ピンヤ保険も同様です。はい。いい位置になってきましたね。まだちょっと、今ずっと落としてるので、まだ落とす可能性もありますので、値動き見た方がいいですけど、まあ、買い場近いとこかもしれないと思いました。で、落としてきちゃったのが、この、ギャラクシーエンターテイメントってカジノ、が高い位置だったんです。この1週間でここも落としちゃったんですね。で、金曜日が 5.81 落ちたので、かなり下に来てしまいました。で、これ決算がね、3月3日って書いてあったんですけど、なんか、わかんないですけど、決算がね、ここトレンディングビューで出てないんですよ。はい。終わってるはずなんですけどね。ちょっと、まあ、確認しますけども。はい。落としてますと。そうなんですよ。オリンピック効果がね、全部ね、この1週間でね、消えちゃいました。はい。なんかすごい残念ですね。で、ウクライナの関係とかであるのかなと思ったんですけど、中国は。ちょっとそういうふうにも見えない。ハイテクが落としてるのは関係あるのかな。で、これパソコンのレノボですね。が、金曜日、レノボも7%、6.59% 落としてるんですよ。金曜日すごいひどかったです。これ。ピッと落としちゃいます。せっかくいい状態で結構レノボも来てたのに、まあ、一気に落として、まあ僕会話はこの 7.74 なのでここに近づいてるんですけど、ちょっと落とし方がね、ひどいです。はい。はい。で、このチャイナモバイルはまだ、チャイナモバイルはね、落とし方がちょっと、ここ急に上がってたので、久々僕テクニカル上だと、このチャイナモバイルは、ショートしてもいいかなっていうぐらいの位置になってきてます。はい。まあちょっと、余力がある方は、チャイナモバイルちょっと見てショートしかけてもいいかなっていう形状に思えます。はい。まあちょっと、たまたま見たときにこれ思ったんですけども。で、あと、ペトロチャイナはやっぱ石油は強いですね。ここも。はい。強いっす。だからもうリスクリワード書いてません。SWIFT の件でロシアと取引が多い中国は警戒されているですかね。なんか噂なんですけど、どれぐらいあるかわかんないですけど、中国は中国とロシアと SWIFT 以外の別の決済システムがあるみたいですよね。なので取引は、なんていうかな。ロシアと中国の取引は普通にできるっぽい。ただ、他のSWIFT で、だからなんて言ったらいいのかな。中国がドルを止められる警戒は、もしかしたら市場でちょっと、やっぱドル止められる恐れあったら大変ですもんね。これはね、もしかしたらあるかもしれないですね。金曜日それは
そう、警戒したかもしれないですね。ちょっとそれを思いました。なので銀行が、この、ここもそうですね。HSBC ホールディングスも、わーんと落ちてますもんね、これ。はい。そういうことなのかなと思いました。業種によってね、ありますね。この、チャイナユーロンパワー、この、電気はね、上がってますね。はい。これ電気の会社は上がってます。まあまあ、でも一緒か。エネルギーが上がってて、そうですね。他が下がってますもんね。はい。チャイナのオイル安く買ってあげてるみたい。そうですね。はい。イギリスのシェルもロシアからオイル輸入して非難されていた。そうですね。ガソリン、まあ、いるんですけどね。はい。はい。そう思います。で、こちらの方が、ワンワンチャイナも、食品会社ですね。まあ、食品はね、まだね、素材、トウモロコシとか小麦とかね、上がってるので、ずーっと高い位置のまんまいます。なかなか下がってきません。これは。この中国のメニューデイリーっていうとこも同様です。ちょっと下がってきてますけど、まだ高い位置にいます。あと、鉱山会社かな、この通信マイニングっていうのが鉱山会社っぽいんですけど、これ、えらい上がってきてますね。やっぱ、はい、資源の関係あるかなと思います。通信マイニングは。はい。あと、この、なんか、このね、ハイアールホームっていうところですけど、耐久消費財のところ、ここはもうなんか逆、めちゃくちゃ下がっています。ただ、決算があって、見たら、決算がね、良かったです。確か。はい。3月2日に決算があって、EPS っていうか、売上収益ともにクリアしてって良かった。しかも、4四半期、4四半期違うな。中国なので、年に2回の決算なので、この2年間分の決算も、すべて右肩上がりなので、いいんですよ。だから、これ、もしかすると、で、3月2日の決算の時にパーンと上がってるんですね。で、今、落としてる。この銘柄、もしかしたら、決算後、上昇する可能性もあるなと思いました。ただ、ガイダンスを見てないので、何喋ってるかちょっとわからない。ただ、売上とこの、予想来期の予想もいいので、数字だけの話ですけどね。で、まあ、ここちょっと注目かなと思いました。はい。はい。それやると中国は、セカンダリー対象になるかもしれません。はいはい。対象になるかもっていう不安だけで下げようになるかと。まあそうですね。はい。思いますね。はい。多分、制裁するかかで、アメリカは、その中国がそのロシアに対して、どういう協力の仕方をするかによりますけど、なんか貿易は別だみたいな話をしてるというか、取引は別みたいな話をしてるので、それをね、国際社会がね、どう行くか、ありますよね。制裁するのかどうかわかんないですけど、エネルギーをね、安く買おうっていう腹は、中国はあると思いますよね。はい。まあ、中国も一時期エネルギー不足があったから、これはチャンスだと思ってる可能性もありますよね。はい。ただ、株価がこんだけ落としてるのは、何らかしら不安要素絶対持ってるはずなんですよ。その、落としてるものは銀行とハイテク、そうですね。
ハイテクも落としてますね。この中国の恒大環境も落としてます。はい。上昇トレンドの中にはいるんですけど、だいぶ落としてきてます。僕、この2週間ぐらいずっとね、中国は高い高いってずっと言ってた気がするのに、この2週間ぐらいでだいぶ落としてましたね。このキングソフトも、これひどいですね。この1週間でもう、30ぐらいのところにいたって、ここのね、キングソフト確かね、30あたりまでのレジサポラインにいたんですよ。あ、ここですね。30の。で、もう、キュッと落としちゃいましたね、ここが。はい。キングソフトが。という状態。はい。そうですね。やっぱ不安要素はあると思う。あと、その中国の場合の不安要素もそうですけど、中国はこの2週間ぐらい、オリンピックの前ぐらいまでは、一時期、みんな結構上げてたんですよ。だからもしかすると、何かの下げる要因が、そういう不安要素とかがあると、下がる要素があると、それをきっかけにしてグッと落としたっていう可能性はありますよね。高かったですもん。結構、2月っていうか、はい。でも、このチャイナガスだけちょっとおかしいです。これ、チャイナガスだけで全然下がりまくって、まだずっと下がってます。なんででしょうね。チャイナガスだけちょっと別の動きしてますけどね。はい。はい。あとちょっとですね。中国銀行。いやー、僕実は中国銀行ショートしてたんですよ。高かったから。だけど今回の、ちょっと、あれで、ヨーロッパの関係で、ちょっと証拠金が、ちょっと含み損とかが多いから、もう、ここで、利確っていうか、ショートの利確しちゃいました。まあ、利益取れたのはいいんですけど、まだまだなんか中国のこの銀行、落ちてくるかなと思ってたんだけど、ちょっと残念ですけど、一回利確をここでしてしまいました。はい。まあ、銀行系まだまだちょっと不安だと思うんですけどね。はい。最後にシノペック、石油関係ですが、あんまりここのシノペックは、他の石油会社っていうか原油とかと比べて、中国は下がってます。珍しい動きをしてますね。はい。はい。ある程度先が見えてきてからですね。そうですね。はい。金融今辛いですね。はい。もう、そうですね。もう世界的に中国だけじゃなくて、世界的に金融系はもう辛いと思います。はい。こんな、やっぱり、経済制裁って、ロシアだけじゃなくて、他の国に対しても、特にもう今回のスイフトの件で、なんていうかな、中国もそうだと思うんですけど、次に、こういう制裁されたらもうダメだなとか、中国は特にね、そういうイメージが大きかったかもしれませんね。ニュースにも出てましたね。中国がね、ドル変えられなくなったら一気に金融危機になるっていうニュースがありましたね。はい。ということですよね。はい。では来週のことについてだけちょっとお話しますね。はい。もう相変わらずこれヒートマップ昨日から気に入っちゃってるので、これからね、結構ヒートマップも出していこうと思うんですけど、来週の火曜日はもうまた米国株中心にね、お話しすると思いますけど、これ1週間のパフォーマンスですね。ヒートマップで。さて、米国株が特にこのハイテク、ここがハイテク、まだ赤いですけど、どういうふうにこれが変わってくるか、ナスダックが変わってくるか。まあ、エネルギーのところはいいんですけど、これセクターで見ると、やっぱり、ハイテク、こっち側ですね。
がどういう動きをするかっていうのがやっぱ気になりますね。はい。で、あとね、ETF。これ ETF なんですけど、まあ同じですけどね。でも、そうですね。ETF の方はまあ同じですね。世界株ですね。はい。ここが、まあ見ていただくとわかるんですけど、この1週間で、ユーロ圏。ここがユーロ圏ですね。はい。まあもう本当にこの1週間も、ユーロ圏はもうただ、もうじーっと見てくしかないなって感じがします。中国もそうです。日本もそうですね。はい。もうほとんどエネルギーのないところは、エネルギーをもらってるところは全部ですね。だって、カナダとブラジルと南アフリカとオーストラリア以外はもう真っ赤ですもんね。はい。ということでね、来週とかもまた、あんまり面白くない状況続くかもしれないんですけどね。はい。春のパン祭り、いつの間にそんなこと喋ってんですか？俺が今、締めようと思ってるのに何を喋ってるんですか？アップルカーの思いの方がかっこいいんで期待。あ、無理やり明るい話をしてみる。なるほど。なんかクックとかがなんか喋るんです。アップルカーイエスとか言って。わかんないですけど。最近ああいうの見ないですね。僕はプレゼンみたいなやつ見たことないですけどね。はい。なるほど。白目さん、なりげり面白いですね、それ。はい。ちょっと待ってください。アップルカー見ますか？ちょっと。アップルカー。アップルのニュース。はあはあはあ。ちょっとこれだけ出して終わりますね。ほう。あ、見たことあるこれ。あれジム・クレーマーさんとこで見たのかな？違うか。新車発表会って感じですかね。あれ、2025年とか、そうですよね。そう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 。はい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 。ね。すごいっすね。なんかアメリカの車って、新しい車ってもうなんかこういう、なんていうのかな。未来型の車っていうか、思います。あとなんかフォードとかのトラックとかも結構、えげつない感じだった気がするけど、トラックだったかな？電気自動車のトラックかな？で、あと僕アリババのバスも面白かったですよ。なんか、見たら、形が。はい。みんなもう、自動車でね、次のね、未来を。やっぱり、自動車楽しいですよね。未来の。はい。こんな感じですね。アップルだけちょっと株価、そういえば良かったですよね。はい。はい。ということで、はい。ヒュンダイじゃないかった見たかも。ほう。そうなんですね。そうそう。どこだったっけ？アップルと、韓国、AK、
ヒュンダイ、違うな。韓国のドンガっていうのかな？ドンガっていうんですかね。これ読めないですけどね。ドンガって読むのかな？はい。とか、あとは、LP 電子、LP 電子とも組むのか。これ LP 電子ってテレビとかの液晶テレビっていうか、ああいうののことかなとか、ですかね。はい。はいはいはい。そうですね。はい。なんか Q&A でも書いてあるな。なぜ Apple は日本の自動車メーカーではなく韓国のメーカーとつるむんだみたいな。そうだ。わけわからん。はい。最新の記事は、これですかね。2月の2日か。ドンガ .com。アップルと36投資する。2024年までに年間10万台、その後40万台。なんて書いてありますね。はい。それではね、もうちょっと1時になってしまいましたので、今日はね、これぐらいにちょっと閉店させていただきたいなと思います。また火曜日ね、火曜日から、市場があれじゃないです。そうそうそう。ホタルの光いいですよね。ちょうど終わりでいいですよね。市場あれですよね。2週になります見ないというか、変わりませんでしたっけ ?1 時間早く、サマータイムになりますよね。ちょっとこれだけ確認したいです。サマータイム、どっかで載ってなかったっけ？インフォメーションで見ればいいのかな？これ先物だからわかんないな。確か、13日に変わるんです。そうなんですね。じゃあまだ今週はいいのか。はいはい。わかりました。じゃあ11時、こっち日本時間ですけどね、11時、から行うことにします。で、13日から、はい、45分ぐらい早くやると思います。平日はね、火曜日、木曜日は、10時15分から、書いておいた方がいいのは3月15日からですね。はい、行いたいと思います。まだ、今週1週間は、通常通り行いたいと思います。はい。では、今日はそんな感じで終わりたいと思います。はい。今日も長くまでお付き合いくださいまして、どうもありがとうございます。では、今日この辺で失礼